皆さん、こんにちは。ゴンのやむすび、ゴンのゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。日本舞踊や日本の古い本を紹介するコーナー、いにしえ日記。今回は第17回目です。これから4回にわたって、こちらの本、宮本武蔵五輪書をご紹介します。宮本武蔵といえば、佐々木小次郎との決闘で知られていますが、あとは、箸でハエをつまむとかいうエピソードもありましたよね。これは実話かどうか定かではないそうなんですけども、今日はその武蔵が人生の終わりに書き残した言葉に耳を澄ませてみたいと思います。どうぞご覧ください。五輪書というと、剣術の奥義書や合理的な戦略の書という印象を持つ方も多いかもしれません。けれど、この本は剣をどう扱うか以上に、どう立ち、どうあるかという心の姿勢を語る書でもあります。これは日本舞踊にもすっと通じるところがあります。一歩を踏み出す前の呼吸、誰かと向き合う前のほんの一拍。五輪書の言葉は、そんな心構えの大切さを角度を変えながら重ね重ね教えてくれているように感じます。そしてもう一つ。五輪書は舞台だけでなく、今をどう生きるかの道しるべにもなる本です。迷ったとき、立ち止まったとき、どう進むかよりどう立つかを思い出させてくれる。そんな一冊だと私は思います。武蔵がこの書を書いたのは60歳、晩年のこと。熊本の霊岩洞という洞窟にこもり書き残しました。五輪書は序に続き、地、水、火、風、空という5つの巻で成り立っています。地の巻では兵法の大きな輪郭や構えの土台。水の巻では状況に合わせて自在に動く心と体。火の巻では実際の戦いにおける心の運び方や間合い。風の巻では他の流派を知り自分の道を明確にする視点。空の巻では囚われのないあり方。考える前に動き、力まずに当たる境地。すべて興味深いものですが、いにしえ日記ではこの中から序、地、水、風を選び、舞踊にも活かせる視点、そして私たちの生き方にもつながる部分を抜き出してご紹介していきます。武蔵は自分の兵法2.1流を初めて書物にまとめようとして、寛永20年、西暦1643年の秋、岩戸の山に登り、天や観音に祈り、筆を取り始めました。自分は播磨の武士で今年で60歳になる。13歳で初めて決闘をし、その後も数々の勝負を重ねてきた。武蔵はそう振り返っています。けれど、こうした勝負はほとんどが20代の終わりまでのこと。佐々木小次郎との巌流島の戦いも29歳の時のことで、30歳を過ぎてからは徐々に決闘の世界から離れてゆきます。武蔵は30歳を過ぎて自分の歩みを振り返った時、若い頃の勝ちは兵法を極めていたからではないと述べています。生まれつきの器用さだったのか、天の断りにかなっていたからなのか、あるいは相手の兵法が未熟だっただけなのか。いずれにせよ、
自分の実力だけで勝ったのだと決めつけることはしませんでした。そこには勝ちを慢心に変えず、いつも足りないところを見つめ続けようとする姿勢がうかがえます。さらに深い道理を求めて朝夕に鍛錬を続け、ようやく本当に兵法の道に出会えたのは50歳の頃だと語ります。それ以降は特に追い求めるべきこともなく自然に月日を送ってきた。武蔵はそんな風に静かに記しています。武蔵は兵法の断りを深く探っていくうちに、他の芸や技にも通じる道理が見えてきたと語ります。だから自分には特定の師匠というものはいないというのです。この書にも仏教や儒教の教えも古い軍記の類も引用していない。ただ自分が歩んできた一流の道とその実の心をそのまま書き記すのだと述べます。はい。今日は五輪書の入り口にあたる序をご紹介しました。まだ技の話も構えの話も出てこない入り口ですが、この短い序の中に五輪書という本の姿勢がすでに明確に置かれていますね。これから読み進めていくのが楽しみです。次回はこの続きとなる地の巻、こちらを舞踊にも通じる視点からたどっていきたいと思います。今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回ありがとうございました。